おはようございます、高村様。まったく、何度か注意をしているんだが。何をそんなに驚くんだ？別に、目についたから話しかけてやっただけだ。あの二人、何をしてるんだ？そんなことは分かっている。何度言っても分からない奴らだな。前に神崎。あいつらまで何をしてるんだ？前のやつ、あれほど言ったというのに。いいものだな、お前は気楽で。ほう、それはご苦労だな。問題児なんていうのは、教師の方が弱くて舐めているやつが大半だ。まずは力の差を示して、どちらが強いかを理解させればいい。そういうやつに限って一度屈服させてしまえば、あとはおとなしいものさ。まあお前の場合、あまりそういう自慰行為を起こせそうにないしね。返り討ちになりそうだ。何の話だ？何だと？は？なんだそれ？少しはな。私が知るか、そんなこと。普通はならん。お前くらいだぞ、そんなことが気になるのは。お前のホットドッグ、美味しそうに見える。なぜだ？あ、マヨネーズがないんだな。あれが一番美味しいと思うのだ。
まあ奴らを否定はしないさ。私が恋愛禁止と言っているのは風化の校則についてだ。風化の関係者なら生徒も教師もその校則を守らなくてはいけない。たったそれだけのシンプルな話だ。そうだよ。は？歩く？なんだそれ、じじくさいな。いや、お前らしいといえばお前らしいだな。どうしたんだ？腹でも下したか？そうか、ならいいのだが。大丈夫か？本当にとろいやつだな。とろいで悪ければ鈍いだな。どちらにしてもお前は機敏という言葉からは程遠いところにいる。仲のいいお二人？チョコの怪談物語。貴様、何の話だ？お化け屋敷？くだらない。彼氏なんかじゃない。貴様、赤の他人だって言えば済むことだろうが。知るかそんなこと。
ぞ。さあ、さっさと行くぞ。は？そんなことあるわけがないだろ。この程度の子供魂が私に通用するはずがないだろ。はっ！そうじゃないのに。なんだって？じゃないだろう。どうするつもりなんだ。お前もお前だ。それでも風花の今日。貴様覚えていろよ。そうだな。まったく、一体何だって言うんだ。貴様と恋人扱いされるわ。お化け屋敷なんかに連れてこられるわ。しかも中はこんなことになっているわ。え？何がだ？ああ、そっちの話か。って、最初からなんともない！こんな子供魂、とっとと出てしまうぞ。ふん、やはりなんてことはないものだな。楽勝じゃないか。出るぞ。うわっ！
子供騙しの割にはそれなりに楽しめたな。まあね。なんだ？一発ネタか。何が映っているんだ？ボッシャー！これは後ほど完全確実に消滅させてやる。本当にくだらない時間を過ごしてしまったな。せっかくの休日の昼下がりだというのに。いいはずがない！私にはやらねばならないことがあるんだ。それじゃあな。
そうだ、オーファン、急がねば。明らかに戦闘をしている。さあ、ミコトか、もしかしたらマイか。他にも考えられるが。もしかしたら決着がついたのかもしれん。雷だろ。エレメントか、チャイルドの能力か。エレメントにしては強すぎるか。あそこだ。ハリー、ハリー。日暮らし？ハリー。どうしたの？カズくん、どうしたの？カズくん、しっかりして！カズくん。
うしちゃったの？目を開けてよ。ダメだよ、カズくん。こんなとこで寝ちゃ。目、覚ましてよ。カズくん。誰かいるの？あれ、先生。教授か？オーファンの気配がしたから山へ入ったんだ。しかし、すでにオーファンの気配がなくなってしまって、マイと一緒に途方に暮れていたら、私はミコトが飛び出して、それを追いかけてたら、こっちから声がしたから。何があったの？とりゃあ正義の味方登場！ってあれだ、教授くん、それに君たちみどりちゃん？怪しいな。こんなに姫が集まって何を企んでいるのやら。姫って、みどりちゃんも姫なの？正義の味方と呼んでくれて構わんよ。正義の味方？そう、華麗な人物にのみ名乗ることを許された称号よ。で、何があったの？あれ？味方じゃん。なーに？地味な女どもがガン首揃えちゃって。ひょっとして来ない方が良かったかしら？お兄ちゃん？なんで？だってなんだか月読みが泣き止まなくて、突然怖い顔して走り出したから、私も必死で追いかけて、気がついたらここに。カズくん、カズくん。雨か。あの人、オーファンとの戦いに巻き込まれたの？どういうこと？支離滅裂だよ。教授くんらしくない。もっとちゃんと説明してよ。救急
急車でも呼んでやった方がいいんじゃない？そんなことしなくても、どうせすぐに一番地の奴らが来る。そう、その通り。ヤギ、貴様。まさかこんなことで僕の用意した段取りが崩されるなんてね。先生は見てたのかな？ここで何があったのか。その目で見たわけじゃないんだね。あかねちゃん。戦えない奴がいるからだ。ミコト、そんな言い方って。そうじゃないよ。多分彼は一度だって攻撃は受けていない。無傷だったはずだ。だったらなんで？あかねちゃんのチャイルドはしっかりとオーファンを倒した。ただその後すぐ何者かに襲われたんだろうね。あかねちゃん、一体何があったの？誰にだ？さあね。私を一人にしないでよ。ハリーも死んじゃったんだ。すぐカズくんのところに。そうじゃないよ、あかねちゃん。君は死なない。ごめんね。君はもう一人なんだ。うすうす気づいてるんでしょ？この仕組みに。あかねちゃん、もうどうしようもないんだ。あかねちゃんは自分でかけた大事なものを失ったんだ。最初に言ったよね、僕。力を得る代わりに、君には大切なものをかけてもらうことになるって。どういうことよ？もう一度言うよ。あかねちゃんは自分でかけた大事なものを失ったんだ。君たちにも最初に言ったよね。戦うためには一番大事なものをかけてもらうことになるって。誤解している人もいるみたいだから言っておくけど、大切なもの、それは自分の命のことなんかじゃないよ。もっと大切なものが君たちの心の中にあるだろう。君たち姫の持つ力、チャイルドは、君たちが大事に思う人への情念を触媒にして出現する。何よ、それ。じゃあ、理解が早くて助かるよ、舞ちゃん。そう、チャイルドが死ねば、
君たちが大事に思っている人の命が散ることになる。つまりかけなきゃならないのは、君たちの大切な人の命ってことになるんだよ。先生、そこまで調べがついたんだ。結構やるじゃん。そうだよ、その通り。だから触媒が失われれば、チャイルドは物質化を保つことはできない。カズくん。私なの。カズくんを、殺しちゃったのって。私がカズくんを殺したの。カズくん、助けて。カズくん、私、よくわからないよ。カズくん、カズくん。そんなことって。要するに負けなきゃいいんでしょ？安心なさい。オーファンなんて私が全部やっつけてやるわ。そうよ。これだけの数の姫がいるんだもん。なんならみんなで協力し合って。残念だけど、そうもいかないんだよ。どういうことだい、悪者くん。まだ口止めされてたんだけど、この際だから言っちゃおっかな。もったいぶらずに、さっさと喋ればいいじゃはいはい。姫が戦わなくてはならない敵は、オーファンなんかじゃないんだ。あんなのは余分な、単なるおまけに過ぎないってこと。何よ。じゃあ、姫の力は何のためにあるっていうの？オーファンから人を守るためにあるんじゃなかったの？でもこれを言っちゃったら、僕が怒られちゃうんだよな。なんなら、無理やり聞き出してもいいんだよ。わかった、言いますよ。姫が戦わなくてはならない相手。それは、誰でもない、他の姫たちなんだ。姫が姫と戦うのは、古より定められた掟。空に、天空に、あの姫星がある限りね。姫星？君たちになら見えるだろう。姫星は力を蓄え続けて、またもこの芦原の中津国へと姿を現した。姫たちは最後の一人になるまで戦い続けなければならない。最後の一人になった姫は、あの姫星がもたらす強大な力を手にすることができるんだってさ。強大な力、そんなのいらないわよ。言うと思った。でも舞ちゃんがそう思っても、他のみんながどう思うかなんてわからないでしょ？
姫じゃない人からの質問は受けたくないんだけどな。でもまあいいか。特別にどうぞ。そうよ。誰も戦わなければ、あんな星なんてまたすぐどっかに行っちゃうんでしょ。そう来ると思った。でも残念。見てごらん。姫星、もうあんなに大きくなってしまってるよね。なんで大きくなってると思う？近づいてるんだよね、あれ。そしてこのままじゃあれ、この地球に激突してしまうんだ。そしたら大切な人どころか、この星全体がドッカーン困るでしょ。そんな風にして私たちを守ろうとしたって無駄なんだから。嘘じゃないんだけどな。いいじゃない先生。そこまで考察が進んでいたなんて。思い人のことといい、恐れ入ったよ。その通り。これは嘘でもおとぎ話でもない。あの赤いマガ星は今この瞬間もこの星目指して来ているんだ。そういうことだったの。そんな、そしたらみんな死んじゃうよ。その通り。だけどあの姫星の衝突を回避することのできる存在がいる。それが最後に残った姫。すべての姫に打ち勝って、すべての姫の思いを背負って、最も意志、力の、思いの強い姫。つまり最後まで自分の大切な人の命を守り通すことのできた姫が姫星の力を得た時のみ、姫星は大地に激突せずにまたこの地球から離れていくんだよ。戦いを放棄したければどうぞ。でも君たちが生き残るためには戦うしかないんだよね。残念だけど。面白いぞ。私は嫌よ。そんなのかけられない。じゃあどうするの？嫌なものは嫌よ。だけど舞ちゃん、もう君はかけてしまったんだよ。君はもう姫なんだ。だから私は戦わない。ご勝手に。でもね、ほら他のみんなはもう戦う気になっているかもしれないよ。君が戦うつもりがなくたって、誰かが襲ってきたらそいつを倒さなきゃならない。誰だって死にたくないもんね。誰だって大切な人を奪われたくないもんね。みんな自分のために守るんだ。しょうがないよ。なんでよ。そんなの僕に聞かれても困るよ。文句ならあの姫星に言ってよね。
ちゃんが何者かに襲われたって言ってたから。それって、この仕組みを知っている誰かだろう。誰だ？知らないよ。言ったでしょ、僕の段取りを崩してくれたって。おっと、さすがに一番地は手が早いね。それじゃ僕は行くけれど、みんなよーく考えておいてね。失礼ですが、お嬢様と何かおありになったのですか？高村様。おやすみなさいませ。先生、先生、先生、死んじゃ嫌だよ。死なないでよ。先生、死なないで。先生、死なないで。死なないで。
おはようございます、高村様。どうぞ、出てくる頃に合わせて朝食をご用意いたしますね。はい。お嬢様でしたら、もうすでに外出なされています。よろしいですか？お疲れ様です、高村先生。夏休みに入って早々、いかがされました？日暮さんには残念なことだったと思います。ですが、それが彼女の選んだ道だったのです。彼女自身の選択なのです。説明はしました。大切なものを守るためには、一番大事なものをかけることになると。そして、彼女はかけることを選んだのです。事実を正確に伝えず、犯してしまっていたことは謝ります。すべては姫伝説の示す通り、現れた魔を打ち払う姫巫女、姫が必要なのです。ですが、姫たちにとっては何も変わりありません。大切なものを守りたい、大切なものをかける、それだけのことですから。本当に守りたい人だけが残るということです。
れしかないんです。残念ですが。すみません。これで今日のところはよろしいでしょうか。体が疲れてしまって。いえ、私の方こそ。先生。もう、先生元気ないな。違うよ。その言葉に僕はうなずくことはできないね。僕は別に煽ったんじゃないよ。舞ちゃんに選択の機会を与えたのさ。ましろちゃんだってそうは見えないけど辛いんだ。だけど他に方法がないんだから仕方がないんだよ。辛いのはましろちゃんだけじゃない。あの時だってそうさ。草薙なら何か知っているかもしれないね。何かの可能性を。さあね、今回も出る幕はないかもしれないし。先生、一つだけ弁明させてもらうよ。どうせあの人は言ってないだろうからね。僕もあの人も昨日の茜ちゃん、あんなことは望んでいなかったんだ。今となっては仕方ないという思いはあるにせよね。僕たちも段取りを狂わされたんだよ。だからあれは僕らの望んだことじゃない。それは気になるなら先生が自分で考えてみて。正直な話、先生はもうここから去った方がいいかもね。それも悪くないんじゃない？そうなら仕方ないか。さてと、それじゃあね先生、僕もちょっと呼ばれてるんだ。面倒なことじゃなきゃいいんだけど。バイバイ。
やあ、高村君。九条さん？いや、知らないな。何も聞いていない。そうですか。まあ私の方でも連絡がついたら君の方へ電話するように言っておきましょう。いよいよ始まりましたね。ただ、まだ始まったばかりだよ、高村君。君も引き続き姫伝説の調査を続けてくれたまえ。それがシアーズから出資を受ける者の本分ですからね。お兄ちゃん、お腹痛いの？アリサもお兄ちゃんの頭撫でてあげる。高村先生、お悩みですか？健康状況があまりよろしくないようですが。何か？ねえねえ、アリサね、立派なワルキューレになるね。お兄ちゃんも応援してくれるよね。セリフはよくわからないけど。アリッサ様。ワルキューレはね。アリッサ様。ミユ、うるさい。アリッサ様。もう、何よ。申し訳ありません。ですが、そろそろ行かねばならない時間です。練習です。あったよ。じゃあね、お兄ちゃん。バイバイ。それでは先生、失礼します。ありがとう、お兄ちゃん。アリサ頑張るね。
誰だ？誰だと聞いている。なんだそれは。おかしなやつだな。まあな。私は平気だ。私を救えた。かけるものについた。だから言っていたのに、この学園から去れと、姫になってしまって今となっては遅いわ。知っているものとして当然のことだ。これからどうするかね。そんなものは決まっている。初めから決まっているし、これからもそれは変わらない。私は私の復讐を果たすだけだ。そのためにこの姫の力を利用する。それが目的に必要な手段ならばやるまでだが、今はその必然性を感じないからな。それじゃあ、姫星の衝突はどうするのかって思っているんだな。お前には悪いが、元より全てを捨てている身だ。復讐さえ果たせれば、いつでも姫をやめてやる。で、要件はそれだけか？結城か。あいつには気をつけた方がいいかもしれないな。あの目は戦う者の目だ。私が昨夜先にいなくなったのはナギを見てた。ナギのあの様子はいつもと少し違っていた。表情が奴にしては珍しく険しかった。一番地の仕業でないとしたら、日暮たちを襲った存在が近くに残っているかもしれないと思った。もっとも、オーファンと差し違えたという可能性だって十分にあるがな。だが、他の存在が介入していたのだとしたら、もしかしたらと思っただけだ。結局何も見つけられなかったかな。それにしたってこの状況になればなったで最大限利用しようとするはずだ。まあ私にとっては何も変わらないさ。これまで通り一番地を追い、一日も早く中枢を探り、組織も幹部も根こそぎ破壊してやる。それだけか？違う！このバカ！もう切る！高村様、お電話です。
杉浦様とおっしゃる女性です。噂のサガノさん？いいわね。鈴なんてかっこよすぎ、バトラーだもんね。すっごい仕事。その上料理まで上手だなんてね。何言わせるのよ。安心して、別に何も心配していないわよ。何話してんだろう。いろいろと考えてみたんだけどさ、このすっごく悪い空気っていうの、これを打破したいのよ。私、こういうのってすっごい苦手なのよね。ほら、それにあと何人の姫がいるのかは知らないけど、私の知ってる限りだと私が年長みたいだからさ。長生きには興味ないタイプだったのかな？重ね重ね失礼な人ね。可愛らしい人が可愛らしい声を出すことを知らないでよ。ジョージ君ってば、私が悪かったのよ。長生きさせてあげるから電話で沈黙するのだけはやめて。それだけは苦手なのよ。なんていうの？嫌な名がたまらないのよ。でね、話を本題に戻すわよ。一言言えないね。いいわ。ここで一丁、全協定なんかを結んじゃどうかなっての。さ、みんなで仲良くするの。これ、姫としてというよりも、上司としてね。あの子たちが心配してるのもあるのよ。というかね、昔初めてあの星が見えた時から比べても、すでに結構大きくなってんだよね。いやー、確かやばいんじゃないかしらね。あった。別に今日は明日って話じゃないでしょ。よく知らないけどさ、もうちょっとくらい平気よ。だから後回し。まずはさ、みんなで仲良くしてから、後のことはそれから考えるの。大切な人は大事よ。私にだって大切な人はいるし。でもさ、こういう展開になるとね、子供たちは純粋なだけにまっすぐになるのよ。目の前しか見えなくなる子もいると思うわ。積極的に自分の大切なものを守るために戦おうとする子も現れるかもしれない。それは
しい感情だと思うんだけど。やっぱりね、ここはアダルティックなところを見せないといけないでしょ。ちょっと聞いてるの？でしょでしょ？私もそう思う。ちょっと間抜けっぽいよね。それに、そんなのでちっとも打ち解き合うことなんてできないじゃないの。海よ。そう、海よ。みんなで海行って遊ぶの。せっかくの夏なんだしさ。ねえ、いいアイデアだと思わない？やったね、庄司くん。じゃあ、私の方からゆうべの関係者の方へ連絡取ってみる。庄司くん、名簿とかないですか？私の方から連絡しとくよ。学医者も説明したいし。じゃあ、さきやちゃんには連絡しておいてもらえる？学医者の説明も含めて。じゃあ、そういうことでーす。入って。楽しい話って何？海？楽しそう。お兄ちゃん、起きてる？お兄ちゃん、お兄ちゃん、まだ寝てるの？そうだよ。入るよ。早いお兄ちゃん、もういい時間だよ。もしかしたら、もうすでに何かやってたかもしれないよ。何かを見ちゃったかもしれないよ。
起こしに来ただけかもしれないし、わからないよ。お兄ちゃんの当てすぎ、おかしいんだから。大丈夫。今起こしに来たところだよ。多分ね。それじゃ早く起きてきてね。約束の時間遅れないようにしないと。いやー、まさに海日和だよね。おはようさん。まあ言い出しっぺだしね。多分遅刻キャラとか思われてそうだから、そんなことないぞってところ見せたかったし。それにしてもいい天気になってよかったね。お兄ちゃんが楽しみなのは海じゃなくて女の子の水着なんじゃないの？言えてる。教授、今度こそ海だ。これであとはなつきちゃんとなおちゃんだね。なおは連絡がつかなかった。なつきは来ると思うけど。この音は。今乗ってたの男の人だったね。あれは関係ないね。時間もうすぐだね。ほら、みこと、こっちおいで。また前は私を子供扱いするのだな。危なっかしいんだから仕方ないでしょ。タイムズアップ。時間が来たよ。あそこに止まってるバスに乗らないと5分後には出ちゃうよ。いやー、置いてけぼりやなんていけずやわ。しずるちゃんとレイトくんも来たんだ。
たまたま夕べしずると電話していたんだ。それだけだ。それやったら何の説明にもならへんやんか。夏希の代わりにうちが説明させてもらいます。夏希からみんなで海に行くいう話を聞きまして、それやったらみんな風花の人たちですし、うちも行きたいなぁと言うたんです。そしたら最初夏希がえらい反対しはるんで、どういうことか問いただしたら姫の親睦会言わはりますでしょ。せやったら生徒会としてもぜひ参加させてもらいたいと言うたんです。というわけです。高村先生を巻き込みたくなかったんです。うちは詳しい話はよう知りませんけど、姫が大変言うのはわかります。理事長から学園の自治を完全に任されている生徒会としては、姫に関する基本情報はもらってますけどね。ただ一昨日のことはなんというか、あかねちゃん。ほらほら、こういう雰囲気を打破するための親睦会なんやろ。そうですね。あ、バスもうすぐ出ちゃいますよ。うわ、そうだった。バスバス。ほら、みんなバスに乗って。またバスだな。ほんと、あたしの方がびっくりしたわよ。これがあと数本遅れるとものすごい混むのよ。この時間だと海に着いてからもしばらくはゆったりできるんだよ。だよね。まあとはいえ1時間もしないうちにごった返すと思うけど。どうかしはりました？そんなに怖い顔したら飽きません。先生、うちが姫のことを話さへんかったことを怒ってはりますの？こんな過酷な任務で先生にお話しして巻き込まれでもしたら先生に悪いですから。ですが、僕たちにはあまり情報は降りてこないので、言われたことをやっているという程度ですよ。そうですね。女の子たちがたくさんいますしね。今のセリフをお前が言ったら本当にただのスケベになるだろうからな。いやー、別にレイト君が言っても嫌らしいって。あれ？そうですか？参ったなぁ。
い更衣室がありますさかい、みんな持ってきた水着に着替えましょう。高村先生、楽しみですよね。みんな可愛いですからね。どんな水着だろう。さてと、それじゃあここでみんなを待ちましょうか。みんな可愛いね。素敵だよ。なんだ貴様、文句あるのか？じろじろ見るな、ド変態が。前と比べるのも禁止だ。なんでそこで私が出てくるのよ。舞が一番なのか？順番つけないで。兄さん、ジロジロしない。ジョージくん、ジロジロして。先生、ほんま人気者ですな。男ですもんね。よっしゃー、泳ぐぞ、遊ぶぞ、食べるぞ。見ていたのか？まあ、お前よりもね。水泳とかすることほとんどないんじゃないか？それだったらどうだ？あそこまで一泳ぎしてみないか？生徒に舐められっぱなしじゃ担任として都合が良くないだろう。ねえ、レイトさん。何かな、マイさん。あかねちゃんの入院先、知ってるって言ってましたよね。ああ、知ってるよ。じゃあ、今度みんなでお見舞いに行きません？え？ナイスアイディア！行こう行こう！
そうなら、私は、そっとしておいてあげた方がいいと思うな。そうならやめとく？でも、そんな時だからこそ、言ってあげた方がいいかもしれないし。教授君はどう思う？それしかないか、やっぱ。おそらく言っても問題ないだろうな。でも、日暮茜が収容されているのはおそらく一番地の息がかかった病院だ。奴らはオーファンやチャイルド、姫の存在を隠蔽するために目撃者の記憶を操作することがある。日暮茜の姫に関わる一連の事件に対する記憶が消去されている可能性は大だろうな。そんな、カズくんのことも忘れさせられちゃってるっていうの？ひどい。そういう奴らだ。私、お見舞いに行くね。舞ちゃん、やっぱりほっとけないもの。私、決めたの。さくやちゃん、止めても無駄だからね。だったら、私も行く。舞が行くなら私も行くぞ。みどりちゃんも来てくれるよね。私？ああ、もちろん。どこへだって行きますとも。先生、いけません。お兄ちゃん、私。もし私が戦いに負けて、大切な人を亡くして、それなのにそれに気づかずに毎日を明るく生きなきゃならないとしたら、それって、そこに生きている私って、本当に私なの？
てます。いや、そんな情報は。1、2、3、1。たくさんいるね。ちょうどいいや。この好機を逃すわけにも参りません。失敗は許されません。待っているよ。みゆさん。姫だったの。現在19時9分、日没まであと5分。現時刻をもってラグナロック作戦を開始します。時放え、日がなちき、南にジビウルに天川作戦。以上5名を除く方々は速やかにこの場から退去してください。死になさい、マルキュールたち。ワルキュール。あれがクガナツキの使い、召喚のプロセスなしで作れる。何気なきゃちょっとやばそうね。
バルキューレは一人じゃないといけないの。アリサ、絶対に立派なワルキューレになるから、パパのためにも。アリッサさん、メタトロン。わかってる？見せてくれる、私のガーディアン。我が前に、メタトロン！チャイルドか。チャージクロームマテリアであれが見えるだろう。お前と会話している暇はない。何今の。でも攻撃しているつもり。見かけ直すように言うよ。それがお前のチャイルドか。マイ、お前もだ。早くしろ。カグツチならばあいつとも互角以上に戦えるだろう。嫌よ。なんだ。たとえそうだとしても、あの子にだって、アリッサちゃんにだって。この子に及んでそんなことを。このまま自分が死んでもいいのか。
よエンゴ。良い腕をした。行かせるわけにも。同じ手を。どれだけ早くとも何度も見せられれば食らいはしない。そうはいかないよ。なんだこれは。この揺れは。
ランだけでは火力が足りない。私が援護するから、誰か直接あのデカブツを叩きに行ってくれ。任せて。強みにはこの翼があるもん。いって強み。いたのか。どうやら電撃を使うくせに電撃には弱いみたいだな。そんなの聞いたうちに入らないもん。メタトロ、次こそ釣れるよ。今度はもっとエネルギーを送って。
守るためだけにあるの。絶対に負けないんだから。この後に及んで説得なの？無茶だ。そうだよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんを傷つけたら許さないんだから。やはり説得など無駄だったな。さっさとどけ。
次なる黄金時代のために、正義による制圧と自由による解放を。絶望せよ。アリサ様、おい、何が起こっているんだ。それにしても、あのメタトロンとかいうチャイルド、人工チャイルドだ。見ろ、ところどころに機械化されている部分が見える。それにしても、何が起きたんだ。助けて。暑いの。痛いの。アリサ様、姫星から流れ込む力がオーバーフローを起こし、体組織の崩壊が始まっています。いけません。メタトロンへもうこれ以上力を送ってはなりません。サイコメンタルプロトコルを早く切断なさってください。できないよ。メタトロンを強制的に収容してください。工事物質化を解除してください。ダメなの。止まらないの。止まらないんだよ。アリサ様、ダメなの。止まれてる。そんなに吸わないで。やめて。すぐにカットを。元気がない。エマージェンシー、アリサ様の工事物質化能力を一時的に凍結させます。間に合わない。アリサ様、アリサ様。アリサ様、アリサ様、アリサ様。コード409、アリサシアーズの緊急蘇生処置を実行。エラー。処置は失敗。コードを再試行します。エラー。アリサシアーズの死亡を確認。
ファン化したようだ。主を失ったチャイルドをオーファンと化してしまった世界。気をつけろ。オーファンと化したチャイルドは大抵は自らの職場だって思いを作られたのに決められている。だが、この場合は少なくとも目の前にいるものを獲物として認識するだろう。触媒化と今のあいつが狙っているのは間違いなく我々だ。なんなのよ、もう。奴の探査は厄介だ。そうだ、マイ。ハグ土を出せ。もういいだろう。このままではここにいる全員が。何これ。大きいわね。マイ、やってしまえ。いけ、マイ。わかってるわよ。カグツチ、あの子を救ってあげて。エネルギーが。あの金色のよりもすごいぞ。ナイちゃん。メタトロンよりやばいんじゃないのこれ。相当なエネルギーが公開されたか。というこのダメージは。やったか。なんとかなったらしいな。疲れたね。そういえば、今日は満月だったわね。
ようこそ、高村先生。すべて聞いております。せっかくの杉浦先生の提案もあのような形になってしまって。高村先生はきっと私が望んだ事態になって喜んでいるとお思いなんでしょうね。喜んではおりませんが、仕方のないことだとも思います。私には何もできません。姫である方々を見守ることしかできません。そういう意味では、私は高村先生、あなたと何も変わらないのです。多少多くのことを知っているというだけ。大きさとは相対的なものでしかありません。より大きな事実の前に、私と高村先生の差など微々たるもの。私たちが姫ではないということです。当事者ではないから。昨晩のことは学園の理事長として非常に残念に思いますし、悲しいことです。アリッサ・シアーズさんはどういう背景や経緯であったとしても間違いなく風花学園に通う生徒でした。ミユ・グリーヤさんもです。お二人にもぜひ風花学園を卒業していっていただきたかった。正確には人工的に生み出された姫だったようです。シアーズの資本が支える技術力がそこまで来たということでしょうか。驚くべきことではありますが、実用化、量産化はとても無理でしょう。うまく姫星を騙すことができたようですが、それでは意味がありませんから。彼女は正式な姫としての条件を満たしきれてはいませんでした。故に儀式に参加しきることができなかったのでしょう。これは繊細なシステムなのです。特にお話しする必要のある問題とも思えません。申し訳ないですが。シアーズの研究もそこまで進んではいなかった。というよりも、普通は知りようのないことです。さて、
それよりも、高村先生はシアーズに出資を受けて風化の地で姫伝説の研究をなさるためにおいでになったのですよね。別にそのことを非難したり問いただしたりするわけではありません。先生が純粋に研究のためにおいでだということは知っています。ただ厄介なことに巻き込まれたというだけのことですから。そうでしょうね。詳しいことは何もわかりません。グリーや神父とミユさんは計画を断念して本国へと戻られたのではないでしょうか。ただシスタームツミに関しては私もよく知らないのです。シアーズ財団の推挙で学園で働いていただいていたのは確かです。ですが、その後の足取りが違います。グリーや神父とミユさんたちがシアーズ財団経由でおいとまするという連絡が入ったのに対して、シスタームツミは親戚の男性と名乗る方から身内の不幸があったので一時帰郷することになったと、そういう連絡があったのです。それ以上のことは私にも知らされてはおりません。もとよりすべてを知る身でもありません。財団について、シスタームツミについて、私の方で何か分かったらあなたにお伝えしましょう。お約束します。ですが、私からの連絡がない方がきっと良い事態のはずです。どうか私からの連絡は祈らないでおいてください。またシスターについて何か分かったとしても私に連絡は不要です。どうか運命に負けないでください。いえ、何でもありません。それでは困ったことがあったらいつでもいらしてください。
ちゃん、何してんの？ひどい。赤点取ったって決めつけてる。そういう心ない教師の一言に生徒を傷つけるんだよね。なんてね。赤点なのは事実だけど、補習は今日じゃないもん。私、ちょっと遊びたかっただけなのに、ノリの悪い奴らばっかで嫌になっちゃう。とりあえず、メガネのおどおどした女。あいつ、なんか見ててムカついたんでね、餌になってもらったわ。執行部とか言って、何度も私を呼び出しやがって。あの高敏な部長ともども大嫌いだったんだ。決まってるでしょ？私のジュリアの餌よ。はぁ、バカらしい。そんなもの何の効力もありゃしないわよ。だいたい私はそんなの最初から結んじゃいないし、私は私のやりたいようにやらせてもらうだけ。あいつぶっ壊れたメガネの向こうでボロボロ泣いちゃってさ、はるかちゃん、はるかちゃんじゃねえっつの。どいつもこいつもとろいくせに一発に偉そうにしやがって。何？そんなひどいことはやめろって。うぜえんだよ、お前ら教師も。偉そうにしている執行部も生徒会もクラスの奴らもこの世界も。力が手に入るってのはいただいてやる。全員倒してこの世界そのものを消してやる。私の楽しい世界にしてやるんだ。何？それとも私を殺してやめさせる？優しいんだ。そうそう、先生って久我先輩と仲いいんでしょ？まあいいけどさ、あいつに会ったら言っといてよ。次はあんたの犬っころを切り刻んであげるから。そうか。十分予想できることだ。あの単細胞な快楽主義者の考えそうなことだ。一番地が最も利用しやすい類の駒だな。
どうするとは？お前も知っているだろう、私の目的を。私はそれを追い求めるだけのこと。姫同士のバトルになど元から興味はない。まあ、降りかかる火の粉は払う。向こうからやってきたら私がわざわざ逃げたりする必要はない。私は負けない。一番地を倒すまではな。私に関わりのないところでやるバトルをわざわざ止めようとは思わないが、私を狙うというならいくらでも相手になる。これで残っている姫は9人か。判明している姫は舞、ミコト、咲夜、緑、結城、アリサシアーズ、日暮、そして菊川か。姫は全部で12人のはずだ。つまり、あと3人の姫がいるはずだが、菊川のように私の知らない者が、突然の襲撃にも備えねばならないな。だから言ったんだ。姫になんてなるなと。知ってはいたさ。だが、姫になる前のやつに話すようなことじゃないんだ、これは。変えなくてはいけないのは気持ちだ。真実の一端を知って、それで気持ちが変わるものでもない。思いを強める者もいるだろう。何も知らないうちに静かに離れていくべきだ。まして、事情を知って、それでも姫であるやつと、それまで通り付き合える人間なんて、そうそういるものではない。お前は少ない例外だ。お前としずる、こんな風に姫のことについて語り合える姫でない相手は他にいない。別に気が楽になっているとかそういうことじゃない。おい貴様、それよりお前のことだ。どういうことだ？詳しく話を聞かせろ。お前、シアーズの人間だったらしいじゃないか。末端で何も知らなかったようだが、本当か？何か知っているんじゃないのか？真っ白になど誰が聞くか。私の情報を甘く見るなよ。学園に潜り込んでいたシアーズのこと、ある程度は調べがついている。九条さん？シスターむつみのことか？まさか彼女もシアーズの人間だったのか？私はそこまでは聞いていない。嘘のつけないやつだな。しまったという顔をしているぞ。いいだろう。
しかし、シスターむつみがシアーズの人間だったとはな。まさかシスターゆかり子も関係者だったりするのか？まあ、シアーズに関してはこれで退場と考えてもいいだろうな。シスターが一人で行方をくらませたとしても、本体が撤退ではな。行方が知れれば、また何か新たな情報を得ることも可能かもしれん。お前の話では、一番地についても何かを知ってそうだしな。その時はその時で、別にこちらに不利益はないが。まあよかろう。貴様とシアーズとの関係については理解した。信じるさ。嘘のつけないやつだからな。それじゃあ、私はもう行く。あまり時間を無駄にもできないからな。何度言わせる。そんな心配は無用だ。いないからだ。私の大切な人は死んでいる。母さんはもうこの世にはいない。だからチャイルドと共に消滅するものなど存在し得ないのだ。そういうことだ。だから心配はいらん。お前こそオーファンに襲われたりして私の手を煩わせるなよ。気になることがあるんだ。じゃあな。かしこまりました。お兄ちゃん、どっか行くの？お仕事忙しいの？大変だね。昨日も朝から出かけてたじゃない。つけてね。夏希やミコトのことが心配ということもあるけど、これって私自身のことでもあるからね。それでね、みどりちゃんとも話して、夏希とミコト、それに咲夜ちゃんとは改めて団結しないとねって話になったの。
ぱり連絡が取れなくなって、誠がいなくなるし、レイトさんも会ってくれなくなって。誠がふらふらとどこかへ行くのは、これまでもあったことなんだけど、昨日なんて、まるっきり帰ってこなかったのよ。レイトさんも突然忙しくなって会えなくなってきたって言うし、せっかく休みになったのに。先生が思ってるほど全然進んでないんだから。本当まだ全然。夏希といい感じじゃないんですか？私見ちゃいましたよ、公園で。いいんですかね、教師と教え子で。まさか夏希がね、というかまさか先生がねって言うべきなのかな。どっちもなさそうで、しかもその二人がって感じ。前に聞いたことある。夏希も美琴もお母さんのため、お兄さんのため、大きな目的を持って戦ってる。そうなんだよね。夏希にも聞いたけど、こういう思いを一番地に利用されてるんだよね。別にレイトさんは。夏希も美琴も何してるんだろう。私そろそろ本当に心配になってきたから、このまま探そうかなって思うの。彼女のこと？私と美琴の前にも現れてね。その時は私たち二人いたし、すぐに帰ったけど、彼女やる気だった。それじゃあ、そうね、3時間したらまたここで。
ともどっかへ行っちゃったのかな。そうね。先生、今の。待ってよ。どこ狙ってるのさ。ちょろちょろと。ゲラン！何すんのよ、危ないじゃない、この犬転が。しないでよ。二人ともダメ。戦っちゃいけない。私たちは。どけない。私は私の前に立ちふさがる奴くらい排除できねばならないんだ。どうして。ジュリア。先輩、次こそ決着つけさせてもらえますから楽しみに待っててください。待て！夏希、大丈夫？触るな！お前たちさえ割って入らなければ。うるさい！私はこれくらい一人でどうにでもできる。でも、まずは傷を手当てしないと。触るなと言っただろ。かっこいいな。敵討ちのために命を懸けるか。泣かせるじゃない。お母さんもきっと喜んでるよ。何が言いたい？まだな、そんな怖い顔して。せっかくの美人が台無しだよ。それに僕は君のことを応援してるんだよ、夏希ちゃん。ふざけるな、ナギ。舞ちゃんはなかなか戦ってくれないし、ナオちゃんみたいな子は結局最後まで勝ち残れないことが多いからね。僕はそういうお約束っていうのを何度か見ているんだ。貴様のざれ言が今日は特に苛立たしく感じる。うわっ、危ないな。僕だって心を痛めながらこの星読みの舞を見守っているんだよ。
とにかく、頑張ってね、夏希ちゃん。お前なんかに言われなくても私は。もちろん、舞ちゃんも頑張ってよ。いずれは二人とも戦わないといけないんだからね。先生も、バイバイ。だって私だって夏希の仲間だもん。不戦協定結んでるし、それに先生が悪かったっていうのはおかしいよ。なんだか言い訳臭いけどな。ま、信じましょう。先生顔真っ赤だよ。私はなんだか高揚感を感じるかな。もうだいぶ実がなってるね。美味しいのかな。そうだね。そうしよう。できたらレイトさんも。そうだね。絶対しよう。結局この数日何してるのかわからなかった。ことは見つからない。そうだね。なんか悲しいけど仕方ないよね。ありがとう先生。先生は夏希のことよろしくね。どうかしら。
当にあいつ、ムカつくよね。そうでしたっけ？当たらずも遠からずかな。僕の意志でもあるんだけどね。それにしてもあの星、地球も面倒な運命を背負っちゃってるよね。もちろん彼女たちも、それに先生もね。僕だってそうだよ。運命に縛られてる。それに、夏希ちゃんも姫という運命以外の厄介なものにとらわれているしね。叶うといいよね、夏希ちゃんの願い。どうして？僕はもう行くよ。あれやこれやとやりたくないことをいろいろとやらされてるんだ。厄介なもんだよ。じゃあね、先生。素敵な夜を。うるさい！私はこれくらい一人でどうにでもできる。今は、ツアーで
時の潜水所から脱出して身を隠している。いや、そうではない。私は彼らとは一線を隠していたから。私の目的は違うところにあったの。高村君、できれば直接会えないかしら。この町ではあまり電話を使いたくないの。うん、とりあえずはね。中村君、落ち着いて。だから今は何も話せないのよ。そうね。それじゃあ、今晩、あなたがバーと聞いて思い浮かべることのできる場所、ということにしましょう。そうね。それじゃあ、もう切るわ。様、そこで何をしているんだ？いや、ありがとう。ここで礼を言えないほどには私は無礼ではない。今開ける。待っている。いや、そうだな。やっぱり5分待ってくれ。まさか、この部屋に他人を招き入れることはないとは。言っていなかったね。私はここに一人で住んでいる。父は別の場所に私の知らない女と暮らしているのさ。私は気にしていないからな。お前が変な干渉を抱くなよ。貴様はすぐに人の情け話に感じるからな。やはり気にしたの？私はこの生活を気に入っているしな。不便や不自由はない。だから、お前が気にすることはないんだ。服だ！服がたくさんあるからな。この通り私は元気だ。担任としてそれを確認したかったのだろう。
け。それがお前たちのためだ。というのは、一体これで何度目だろうね。そうか。すまない。いや、気になることがあって出かけていたんだ。それについてはいずれ話す。まだいくらか考えたいこともあるんだ。すまない。別にお前を追い出したいとかそういうわけじゃないんだけど、ついさっきまで寝ていたんだ。まだ眠くて。保護者のようなことを言うな。すべて問題だ。単にいろいろと考え事をしていて寝不足なだけだ。せっかくだから。ありがとう。貴様、調子に乗るなよ。ああ、ではな。ごめんなさいね。いきなり呼び出して。こうなった以上、あまり私の素性を隠す意味もないよね。今日まで何度かあなたとお話をして、私はあなたのことを信用するに足る人物だと判断するあの子にもよくしてくれているようだし。まずはあなたに教えておかなくちゃいけないわ。九条睦美というのは私の本当の名じゃないの。私の名前は久我紗恵子。九条睦美というのはシアーズにかくまわれて使い始めた名前なんです。し夏希は私の娘です。信じていただけますね。
あの子がそう思うのは無理はありませんね。私は死んだものとして扱われているのですから、あの混乱であの子も私が生きているとは思っていなかったのでしょう。それでももう5年くらいになるでしょうか。ですが、それ以前に私はずっとある組織で研究を続けていたのです。私はもともと一番地において姫伝説を研究していたのです。もちろん一番地においての研究ですから、伝説そのものの研究ではありません。一番地幹部は過去の歴史のほぼ全てを把握しているのですから、もちろん失われた情報も多いのだとは思いますが、私が従事していたのはより理系的なアプローチによる姫の研究です。解析と復元が最終的なテーマでした。そうですね、シアーズ財団がアリッサ・シアーズを使い行ったことに近いと言えるでしょう。しかしその手法や到達しようとする場所は若干違っていました。シアーズは人工的に姫を生み出そうとしていました。一番地で行われていたのはどちらかといえば覚醒と促進です。もちろん姫のです。姫の覚醒条件を高村君はどこまで把握していますか？ええ、そうですね。それは確かに姫としての覚醒に必要な条件です。ですがそれだけではありません。より大きな前提が存在しているのです。そのことにシアーズが行き着くことができたのは、研究者の端くれとしては脱帽せざるを得ない気分です。ですがやはり技術の壁が立ちはだかりました。まだ人は人工的に特定の遺伝を持った、特に姫の血統のものを作れるには至っていない。一番地にいた頃に聞かされたおとぎ話のような物語は横に置いておきますが、姫となるためには特定の血統の人間でなくてはならないのです。例えば風花家はかつて多くの姫を輩出した家柄です。そうです。ただし相当古い血統です。全国に散らばり、対象者の数そのものはとても多いです。そうです。シアーズは紋章を持った少女の協力でその遺伝情報を解析しようと試みたのです。そして生まれたのはアリッサ・シアーズです。あなたのよく知っているユカ・グリーヤです。彼女の父ジョセフ・グリーヤはアリッサ・シアーズの研究の成果が認められ、アンドロイドの研究を行うことになりました。いえ、クローンではありません。彼女の情報をもとにしての DNA の組み換えです。技術的な細かな話は置いておくとして、それがアリッサ・シアーズが人工姫だと言われるゆえんです。どこまで話したのだったかしら。そう、一番地の話ですね。覚醒促進と言ったのはそのためです。私自身に紋章はありませんが、夏希には紋章が浮かび上がりました。私が研究に従事していた真っ最中の話です。私は驚きました。
露見すれば間違いなくあの子は生体実験の材料として被験体にされてしまうでしょう。研究者である前にあの子の母親として私はそんなことには耐えられませんでした。私は必死にそのことを隠そうとしました。紋章は浮かび上がりましたが、あの子はまだ姫としては覚醒していませんでした。ですがやめて！まだ子供なのよ！やめて！夏希を離して！お母さん！母さん！やだ！私、お母さんのところへ行く！ママが？ダメよ、夏希。この人の言うことを聞いちゃダメ。バカにしないで。話しなさい。夏希、この人たちの言うことを聞いてはダメよ。全部嘘なのよ、夏希。聞いてはダメ。私が母さんを守るの？母さんが夏希を守ってくれるんだよ。わかんない。だって母さんが夏希のこと守ってくれるんだもん。私、母さんを守ることなんてできないよ。夏希。ママ！やめて！ダメよ、夏希。どうせこの人たちは私を殺したりなんてできないんだから、あなたは目をつぶってじっと我慢なさい。何なの？私、全然わからない。ゲラのところへ行くの！もうやめて、本当に。夏希を離してあげて。そんな言い方しないで。ダメ！夏希、目を閉じなさい！見てはダメ！
どさくされ、研究所は大破。きっと私が死んでしまったと思ったのでしょうね。あの子があの日のことを正しく覚えているとも思えないわ。幼かったし、何よりも忌まわしい記憶のはずだから。ある程度の情報は渡しましたが、私の胸にしまって歴史の闇へと葬るべき情報もあります。ただあの子のことを遠くから見ているだけでよかったのだけれど、あなたが来たから。ええ、あなたが姫伝説のことを調べ、そして姫たちのことを私に報告してくれることになった。それまで遠くで見ているだけだったあの子が突然身近に感じられたわ。ええ、そうね。どうしても気持ちが先立ってリアクションとして出てしまうのね。でも一番地の者たちもすでに動き始めている。私はあの子を守ってあげなくちゃならない。母親として何もしてあげられなかった私の、これがせめてもの償いよ。これまで通り九条でいいわ。私は九条むつみよ。ずっとあの子に苦しい思いをさせてきた私にその名を名乗る資格はないもの。高村君、あなたに改めてお願いしたいことがあるの。夏希を守ってあげて、そばにいてあげることのできない私の代わりにあの子の近くにいてやってほしいの。お願いです。あなたも知っている通りのおてんばに育ってしまったようだから。あの子は見た目ほど強くありません。いえ、見た目に反比例するかのように弱い子です。きっと高村君なら分かっていると思うけれど。ありがとう、高村君。いいえ、何でもないわ。あの子のことよろしくお願いします。そうね。あの子が危険な世界に身を置くことになったのも、元はといえば私のせいで。
何？今私はある人にかくまわれています。個人的にです。一番地、シアーズ、双方の組織から私は狙われていますから。私の力になってくれている人との約束もあるので、私はもう夏希の前に姿を現すことはありません。私はあくまで死んだ存在なのです。私との再会はかえってあの子のことを危険な立場へと追いやってしまう。今となっては一番地もあの子を12人の姫の単なる一人としか考えていませんから、その方が都合がいいのです。あの子には申し訳ないのだけれど、また何かあったら連絡します。一番地、シアーズ、どちらを相手にするにしても、私とあなたはなるべく会わない方がいいでしょう。私も私なりに影でできる範囲でこれからもあの子の力になってあげたいと思っています。ええ、お願いするわね。それと一つ言いにくいのだけど、実は天川教授もシアーズに捕まっていました。どこの施設にいたのか、このどさくさでどうなったのか、それは分かりませんけれど、そういった話は聞きました。ごめんなさい。私にはどうすることもできなくて。ご無事だといいのですが。高村君、あの子のこと引き受けてくれて本当にありがとう。そうだわ、一つ大事なことを忘れてた。生徒会の神崎玲斗、彼は一番地の人間よ。シアーズを出てくる前、報告書の中で名前を見つけたの。ポジションとしてもかなり高いところにいるもののようだわ。残念ながら私は一番地の人事なんかには全く詳しくないのよ。さあ、そこまではわからないけれど、この戦いに関することであることは間違いない。高村君、彼にも十分に気をつけてね。
はい、天川でございます。これは杉浦様。はい、高村様ですね。少々お待ちくださいませ。高村様、杉浦様よりお電話でございます。何ですか、切羽詰まったご様子でいらっしゃいましたが。また一人やられたらしいのに。中等部の子なんだけどね。奥崎さんじゃなくて、奥崎さんって子、知ってる？私もあまりよくは知らなかったんだけどね。しずるちゃんから連絡あったのよ。その辺の情報、生徒会には集まってるみたいだから。レイト君？全然知らないけど、彼、姫でもないし、海であんな目にあってそれなりに取り乱したりはしないか。あんまりっていうか、そういう姿は全く想像できない人だもんね、彼。で、なんでレイト君のことは？あの子ら海でも仲良かったしね。どうしたんだろうね。まあ何か分かったら教える。これ、あんたっていうよりも、なつきちゃんとかさくやちゃんへの情報なんだからね。しっかり伝えなさいよ。みんななんだかんだで気にしてるのよ。舞ちゃんなんかはそうでもないけど、さくやちゃんはかなり過敏になってるからね。あんた鈍いわね。それとも、もうさくやちゃんのことが目に入ってないのかな。いや、それはこっちの話。ただね、さくやちゃん結構他の姫に対して懐疑的っていうか、悩んでる感じするもの。そんなさくやちゃんに、姫である私から誰それがやられたとか言うよりも、あんたが言った方が何倍もいいのよ。それは単純に
械を作ってあげようと思ってるのよ。そうそう、レッツメイクマシーン。違うわよ。分かってて言ったでしょ。この件に関してはあまり触れてほしくないっていうやつさ。ま、それもいいでしょ。どっちにしてもジョージ君の方から言ってね。はい、それじゃあ用事はそれだけ。毎度杉浦みどりがお送りいたしました。貴様か。どうしたんだ？また何か動きがあったのか？いや、知らない。やったのは誰だ？しずる。今度会った時に聞いてみるとするか。まあ、結城と考えるのが妥当だろうな。あと2人、私の把握していない姫もいるが、それも用心に越したことがないと言えばないか。お前らしい物言いだ。ああ、そうだ。実は少し分かったことがあるんだ。お前の知識や情報とも合わせて少し考えてみたい。今暇か？ちょうどいいな。今からうちに来い。状況をすり合わせよう。何か見えてくるかもしれない。どうかなさいましたか？さようでございますか。いってらっしゃいませ。高村様、一つ尋ねてもよろしいでしょうか。お嬢様のことですが、この1週間ずっと塞ぎっぱなしのようで、あんなに旺盛だった食欲もめっきり。高村様なら何か理由をご存知ではないかと思いまして。高村様。
はあ。そうですか。そういうことでしたら、これまでにも確かに何度かあったので、しばらくすれば良くなるとは思うのですが。はあ。そういうこと。まあいい。とりあえず話を聞かせろ。姫伝説について聞くと、私が見てきたの、聞いてきたものと一致する。そうだね。勝ち残った姫に巨大な力が与えられる。それは知っていた。だが、このバトルとの関係がよくわからない。呪術だ。あの呪いやなんだというやつ。そういうこともあるかもしれないな。つまり、どうしても姫星の回避には、この手順が必要というわけか。
私に連絡がつかないと言っていた期間のことだ。携帯の電波など通じない本州のとあるな。そこで知ったことだが、一番地は最後の姫を家にするらしい。詳しいことはわからない。何かの神器を使って力を奪うような感じの話だった。お前ならもっと詳しいことがわかるかもしれないな。命の故郷だ。そうだ。かなり以前に一番地で発見した資料の中に関連する土地として記述があった資料のことを思い出した。行ってみて、それがまさか命の故郷だとは思えなかった。一番地の関係者がいるし、何も知らなそうな顔して、全くこの私の裏をかかれると思う。それはありそうだ。その方が確かに珍しい。では、利用しているのは誰だ？この話の流れでいくと、バトルに負けてということは考えにくいな。その何者かと同行していると考えていいだろう。話を戻そう。つまり、星読みの前の儀式を行い、舞姫となった者に宿った力とやらを一番地が奪い取る、とこういうことだろう。結局この一連のバトルは、奴らのためになっているわけか。馬鹿らしすぎて帰ってこないな。母さん、くそ、一番地だ。その後、本気でやりたい奴らがいればね。どうせ私はかけるものを失っているんだ。